あちらさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか？今日はですね、作品紹介したいと思うんですよ。で、5月ぐらいに流木付けしたやつとかがですね、根が張ってきて、もうかっこよくなってきてるんで、これをぜひ紹介したいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずはですね、リンドレー5月に株分けして、流木につけたんですよね。それバッチリ根が張ってきました。もう来年も結構花が咲いてくれると思うんですよね。11月に、水を切ることが大事なんですけれども、はい、こんな感じで流木にかっこよく根がついたんで、はい、もうアルミ線も切っていいぐらいの感じの根の張り方になってきました。はい、かっこよくなりましたね。こんな感じのやつはですね、今一応世界ランキングとかいろんなところ見て回ったけどなかなかないんですよね。はい、いい感じでかっこよく仕上がったかなという感じです。はい、これをですね、今回はリンドレーと、ジェンキンシーとウェンツェンを 3種類ですね、セットで販売したいと思うんですよね。これはもうでお得に販売したいと思いますので、皆さん後で紹介いたしますので、YouTube のクルカラ村の販売所の方もチェックしてみてください。はい、まずは一つ一つ説明していきますね。はい、まずこれがリンドレーで、去年の5月に株分けして板に流木につけたやつです。で一応アルミ線で2本固定したんですけれども、もう根もきれいに張ってこれも取っていいぐらいの感じになっておりますね。バッチリ根がつきました。で一応比較実験で裸でつけたやつと苔を少しつけたやつとちょっと水苔をちょっと多めにつけたやつと3種類やったんですけども、裸でつけたやつが一番根の張りがいいような感じでしたね。はい、乾いて水やって乾いて水やってっていうことで6月からですね、今まであんまりカラカラに乾かさないように水をやってきました。もうそうすると根がどんどん張ってきたという感じですね。水苔を巻いた場合はですね、ちょっと多くした場合には水持ちがちょっと良かったのかなと思うんですよね。だから間質の差があんまりなくて、ちょっとそこ辺が少し根の張りの弱いところだったのかもしれませんね。逆に乾かして水やって乾かして水やってっていう形だったら根が結構きれいに伸びたのかもしれません。そういう状況だったかなと思います。はい、これがリンドレー、かっこよくなりました。もう自立して根っこが張っています。次はですね、ジェンキンシーです。これも5月ぐらいにつけました。流木につけてもうしっかり根が出てきましたね。はい、根がしっかり出てきました。でこれももうしっかり根が張っているんで、アルミ線を切ってもいいぐらいですね。ちょっと切ってみましょうかね。はい、もう自立しているんでアルミ線を切りますね。それがある程度自然になってくるんでカットしていきます。で今ついている部分をですね外していきますね。はい、これで金属の造形物がなくなったんで本当に自然な感じに仕上がってきています。もう全くグラグラせずにしっかり流木についておりますんでかっこいいかなと思うんですよね。こんな感じです。もう金属類もないんで、あとはですね自分できれいに根を伸ばして育ってよという感じですね。ちょっと形も面白いんでいい感じで、育ってくれるんじゃないかなと思いますね。これはタイから、去年輸入したやつの去年じゃない、一昨年輸入したやつをくっつけたやつですね。はい、これがコルク漬けのウェンツェンですね。リンドレーとジェンキンシーの子供がこれだと言われてますね。ウェンツェン。
こんな感じです。もうコルクにつけられて結構長く経っていますね。で今年も花が咲きました。はい、こんな感じですね。本当自然な感じでくっついてるんでいいのかなと思っております。はい、コルク付けですね。で黄色親子ですね、3種類、今回はセットで販売いたしますんで、ぜひクルカルマさんの販売所をチェックしていただければ、ある程度どっかで買いやすく値段で販売したいと思っておりますんで、はい、代表的な黄色の原種のデンドロビウムですね。はい、ぜひご購入の方を検討してください。今回はですね、アフィルムのセットを作ってみます。4種類ぐらいをですね、セットで販売したいと思っておりますので、一つ一つ説明しながらやっていきたいと思います。まずこれがですね、アフィルムの板付けです。板付けですね。で、高めも伸びてきたところですね、これにU ピンで留めてみました。はい、2つがしっかり今根付いております。はい、こんな感じですね。バルブも1234567 8本ぐらい出ておりますんで、まだ、アフィルムはですね、今からもまだ成長しますんで、10月中旬ぐらいまで伸びていくと思います。まだこれ以上のボリュームが出てくると思いますんで、はい、でもう花時期よりは今の時期に送った方がですね、送り痛みもしないんで、もしよければ、今回もセットの価格で安く販売したいと思っておりますので、ご検討してください。これがですね、セットの中の苔玉です。きれいにバルブが12345本ぐらい伸びておりますね。6本、はい、こんな感じでまだ成長過程ですので、まだ伸びていきますね。こういう感じの苔玉ができました。高めをですね、1本2本上で苔につけておりますんで、はい、これもしっかり伸びてくるかなと思います。苔玉の場合もですけれども、今まだ9月いっぱい10月中旬ぐらいまでですね、ある程度乾いたら水をあげた方がいいかなと思っておりますんで、はい、成長過程では水をある程度あげてください。これがですね、アフィルムの苔玉を流木につけたやつですね。これはですね、高めでそれを取ったやつをですね、もう、ベラボンに巻かずに、もう直接灰苔で巻きました。でそれをくっつけたっていう感じですね。ですから苔玉もあんまり大きくありません。それでもしっかり根はついてくれますんで、はい、こういう感じでまた垂れ下がって綺麗な形になるんじゃないかと思っていますね。こういう感じも風情があっていいのかなと思うんですよね。もう根がしっかり回っておりますんで、いい感じで育ってくれるんじゃないかと思います。はい、バルブも123 4本立っていますね。4本。私的にはこういう感じのあまりドーッとボリュームがあるよりは、こんな感じでちょっと空間があるような感じの方がいいのかなとも思いますね。なかなかいい感じの動きがあるんじゃないかと思うんですよね。これがですね、古木、松の木の芯だと言われてるんですけど、こういった角状のやつですね。前回はですね、大きい角にアフィルムを植えたらですね、即買っていただきまして、どうもありがとうございました。もう、はい、あれの小型版です。小型版をもう中に植えるんじゃなくて、外に苔で包んだ高めをですね、そのまま白糸で縛ったという感じです。
はい、それでもしっかりつきますんで、はい、今回はですね、この古木漬けは裸の高めをですね、この古木につけて、その上に、細葉沖縄苔を置いてから白縄で巻いたという形です。ですから少しですね細葉沖縄苔が正面に出てきました。これを狙っていたんですけど、狙い通りの感じになってきたかなと思っております。苔が上に浮いてきて、自然な感じになってくれるかなというところで、計算通りの姿に少しずつなってきたかなと思っております。根もしっかり伸びてきておりますので、かっこよくなるかなと思っていますね。はい、まだ上に立ち上がってるけど、もうちょっと伸びますね。垂れ下がりながら、バランスよく咲いてくれるんじゃないかと思っております。これもインテリアとしては面白いんじゃないかと思うんですよね。はい、こんな作りをしているところはないんで、オンリーワンの商品ができたかなと思っております。普通皆さんこうやってここに植えるっていうのが基本だと思うんですけど、これはですね、このとんがりとかもうすごく硬いんですよね。あんまり腐らないんで、こういう感じでデザインしていくのも一つ面白いのかなと思って、こういう形にしてみました。すごいとんがりがあって、むちゃ硬いんでなかなか腐りませんね。今回はこの4種類ですね。アフィルムを初めて挑戦される方ももういきなりもう製品が揃ったというような形になると思うんで、楽しめるかなと思うんですよね。こういう感じでセットものを作ってみました。2セットだけちょっと作ってみますね、特別にですね。その中の2つ目ですね。2つ目4つの種類を1セットで販売いたしますんで、はい、これが、アフィルムの板付けですね。はい、こういう感じで仕上がってきました。去年たくさん高芽が出たやつの兄弟です。何年も親木で使ったやつを板付けにしてみました。もうしっかり根も張っておりますんで、はい、こういう感じですね。古いバルブがあるんですけど、まだちょっとしっかりしてるんで、まだ切らなくていいのかなというところで、はい、しっかり根も待っています。これがですね、アフィルムの苔玉ですね。セット2の苔玉になります。はい、こういう感じの仕上がりですね。高芽が出たやつをちょっと苔玉にU ピンで刺してみました。もう根が出てきますね。大丈夫ですね。こういう感じです。まだ本当にこれはしっかりバルブに力があったんで、まだ切っていません。高芽も2つ残しているんで、もし買っていただいた方はまたこれもですね、こうつけてもらえればいいのかなと思っております。はい、こういう感じの苔玉ですね。セット2の苔玉です。これはですね、高芽をそのままですね、灰苔で巻いただけです。それを板にくっつけたらこうなったっていうやつですね。しっかり根が出ておりますんで、今回はですね、何種類も作っておりますんで、板漬けとか流木漬けとか、はい、これはアフィルムのセット販売2の板漬けっていう形ですね。はい、アフィルムやはり着生率がいいというか、根の張りがいいんですよね。はい、裸でも木とか板につくぐらいですから、はい、あとはちゃんとしっかり乾いたら水やるという梅雨時期から7、8、9月まで乾いたら水やるという形でやったらしっかり根が伸びてきますんで、こういった形も面白いのかな。今から多分だいぶ普及していって、皆さん家庭で育てていて高芽がいっぱいできると思うんですけど、いろんな使い方があるんで、ぜひいろんなことをやってもらえていいかなと思います。裸でも板にくっつけられることができますんで、はい、しっかり乾いたら水やるということをしていけばですね、これが、はい、しっかり根がついてきて、まだ今から伸びてくるからかっこよくなるかなと思っております。
これがですねアフィルムのセット2の流木付けです。流木もですねセット1の方はちょっと小さかったんですけれども、これはですねちょっと大きなのがあります。もうこんなのをですね100も200もちょっと作っておりますんで、いろんな種類が今出来上がっております。これを 1,2 年作り込むとですねすごくかっこよくなるかなと思っております。今からまだ伸びてきますんでかっこよくなるかなと思います。最終的にはこの流木を土台として垂れ下がってくるんで、2年目3年目はまだまだかっこよくなるかなと思っておるところです。まずは初年度高めを、灰苔で包んでそれをただくっつけただけでこういうふうになりますんで、皆さん今年高めが出たらですねこういった形で作るのも一つかなと思っております。これはアフィルムの吊り橋、大株の吊り橋ですねお作りをやっているところなんですけど、もう結構太ってきたんですよ。で来年が仕上がると言ってたんですけど、もう今年このままの状態でもし欲しい方がおられればですね送った方が遅れ痛みもしないしいいのかなと思ってるんですよね。であとは水やりだけで来年されてくれると思いますんで、水やり調整だけでもう肥料やってありますからね。はい、こういう大鉢作りもいいのかなと思うんですよね。で、今年はこんな感じですけども、来年はしっかりと自然な感じで株立ちも良くなると思うんですよね。大株3株ですね植えてみたんでちょっとギクシャクしているところがあるんですけれども、来年は自然な感じで360度展開できれいになってくるのかなと思っております。これはですね、アフィルムのビッグツリー BT ということで一応加盟でつけておりますんで、こういう感じです。もう大株で見事になるかなと思いますね。はい。アフィルムの作品紹介なんですけれども、去年成長してまた今年成長してこういう形大株になったという形ですね。流木と板をセットにして、さすらいボードという名前にちょっとしましたんで、結構バルブがいっぱい出てるんですよ。作り込むとこういう形になってきますんで、去年出た高めをですね流木と板につけてこういう形にしたらですね、今年、新しいバルブがたくさん出て、もうもりもりになってきました。まだ、成長過程ですからこれ以上伸びますからね。これも世界に一つだけの商品になったのかなと思いますね。これぐらいのボリュームがあるやつはまだ見たことがないですね。まだまだ今から伸びますからね。ぜひこういうのも挑戦してみられるといいかなと思いますね。根もしっかり出てきております。トータルで3年4年ぐらいかかってるっていうところでしょうかね、作るのに。綺麗に仕上がってきたと思うんですよね。店にこういうのたくさんあるんですけど、なかなか、皆さんに紹介できないというところがあるんで、一つ一つ今回からですね紹介していきたいなと思っております。年を重ねるごとにボリュームがついて、付加価値が上がるような形の作り込みをちょっとやっていきたいと思っておりますんで、肥料やりと水やり管理で毎年株が良くなるんじゃないかと思っておりますんで、ぜひ挑戦してもらいたいと思います。今回はですね、ジェンキン氏のヘゴ付けが結構仕上がったんで、それも紹介したいと思っております。これも5月にヘゴにつけました。で最初は全然活着できなかったんですよ。しないかなと思っていたんですよ。でも結構ヘゴの乾燥が早いんですよね。ですから結構朝晩水をやるような形でやったら根がしっかり出てきました。夏場は水やった方がいいよということだったんで、結構水をほとんどそうですね朝晩やるぐらいで
たくさん水やったらある程度根がついてですね、もうアルミ線を切ってもいいぐらいに根がついたんで、今回は切って、皆さんに紹介していきたいかなと思っております。まずこれがですね、ジェンキン氏の併合の1番というやつですね。1番1箇所で止めていたんですよ。1箇所で止めていたんですけども、これは独り立ちしなさいということで取りますね。はい、こういう感じで抜いても全然平気ですね。ついております。やはりヘゴはですね、中に根が入りやすいんですよね。ですからこうしっかりこうもうついてますんで、今年、この兄弟も花がついたんで来年もついてくれると思います。でもこれは11月にしっかり乾かさないといけないみたい。1ヶ月も水はやらずに、我慢してください。はい、そうするとこう花芽がついてきますんで、ともう将来はですね、この周りを覆うようにこう育ってくれると思いますんで、はい、4月にしっかり肥料をやって、梅雨時期ぐらいから9月までしっかり水をやるとですね、これを覆ってくるぐらいのボリューム感になってくると思います。タイから輸入された時はプラスチックの板についていました。それをですね、この併合につけたという形ですね。今からかっこよくなると思いますんで、可愛がってもらえるといいかなと思っております。ジェンキン氏の併合の1というやつですね。これがジェンキン氏の併合の2番というやつです。でこれはですね2箇所で止めておりました。でこれもですねしっかりこう根がついておりますので、これもですね独り立ちさせます。チンチンと切って、さすが併合、こうしっかりこう根が入っているんでしょうね。もう全然動きません。あとは水をしっかり、9月はですね乾かさないように朝晩水やった方がまだ太ると思いますんで、10月もですねある程度こう水をやっていただいて11月に完全に乾かすというやり方でこう育ててもらえるといいかなと思っております。2、3年後が楽しみですね。どんどん伸びてきて、でもそんな急に成長するものでもないんで、少しずつ大きくなるかなと思っております。今回2つありますんで、ぜひクルカルマンさんのホームページからですね販売所の方でこう販売しておりますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、もう完全に根がついてるんで、このまま水やるだけで大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。